はい、どうもこんにちは、ゆかりです。というわけで本日はちょっと雑談をしようかなと思っておるんですけども、タイトルにもうダメです、シルバージュエリーが高級品になりましたっていうタイトルをつけておりまして、これですね、煽りでも何でもなくて、本当にもう作っている側として現実的に無理ではっていう話をちょっと赤裸々に今日はお話ししようかなと思っておりまして、ちょっと本日もね、ゆるっと紅茶を飲みながらお届けしたいなと思います。ちなみに今日の紅茶ちょっと薄めになっちゃいましたね。茶葉をちょっとしか入れないので薄めです。ちなみにですね、ちょっとここで私自身のお話をしたいなと思うんですけども、意外と YouTube チャンネル登録してない視聴者の方が多いのでお話ししたいんですけど、私実は高校生ぐらいの時からハンドメイドが好きで、アクセサリーを作り始めてもう20年以上になります。で、ここ10年ぐらいはようやく自分でデザイン画を描いて、でゼロから自分だけのオリジナルジュエリーを作るようになっています。で、その中で私がずっと好んで使ってきた素材がシルバー925です。で、これなぜかっていうと、シルバーって貴金属の中では比較的お手軽で扱いやすい素材だったんですよね。でも真鍮みたいにすぐに黒くなったり、金属の匂いが強かったりもしなくて、ちゃんとジュエリーとしての品があって、でも日常に寄り添える、使いやすい素材だから、私はシルバー925でジュエリーの作品を作ること自体をシンプルに純粋に楽しんでいたという人間でございまして、なので私にとってジュエリーを作ること、ジュエリー作品って本当に我が子みたいな存在で、ある意味生きがいでもあったんですよね。それが本当にここ1ヶ月ぐらいで状況が一気に変わっておりまして、でそれが感覚的にしんどいとか気持ちの問題とかじゃなくて、もう数字として異変が起きております。で、ちょっとここからは実際に何が起きているのかをちゃんといろいろ見ながらお話ししようかなと思うんですけど、私が感情的に辛いと言っているわけではなく、今銀という素材そのものがどうなってるのかっていうのをちょっとお届けしたくて、でこれ多分シルバージュエリーが好きな人もそうじゃない方も最近いろいろ値上がりしてるなと感じてる方にもちょっと他人事じゃない話になるんじゃないかなと思っております。で、ようやくちょっと本題なんですけども、本当にここ1ヶ月ぐらいでシルバーの価格がめちゃめちゃ上がってます。で、それがちょっと異常なぐらいでして、私高くなったなとかインフレだなみたいなお話ってあんまりしないタイプなんですけど、これはさすがにもうちょっと前提としていろいろ変わりすぎてるなっていうのを言わざるを得ないぐらいちょっとおかしくなっておりまして、まず何が起きてるかっていうとですね、ここ 1,2 年で銀の価格が4倍以上になってます。で、例えばこれ田中貴金属さんっていう有名な企業さんのサイトなんですけど、例えば2年前って銀の平均価格、2024年ですね、は平均 1g あたり141円でした。それがですね、本日今なんと 1g650 円になっております。で、これ体感で言うとちょっと高くなったねとかっていうレベルの話じゃなくて、もう完全に何かが変わってるなっていう感覚でして、例えば重さ 20g ぐらいの、こういうねジュエリーのね作品があったとします。で、これが2年前だと銀の価格が、平均 1g141 円だったので、単純計算すると141円 ×20g で2820円。それが今日だと 1g650 円なので、650円 ×20g なので、全部で13000円
これたった2年でシルバーっていう素材としての価値だけでこんだけ変わってしまったという実態が起こっておりまして、でしかもこれデザイン代とか工賃、ジュエリー作ってもらう費用ですねとか、そういうのも何も入っていない素材だけの話なんですよね。これがもう単純計算として5倍近く値段がもう変わってしまっているということが今起こっておりまして、で私前回の動画で銀がちょっと 1g550 円ぐらいになっていて、正直もう制作が自分が作りたいものを作れなくなる時代が来るかもしれないみたいなお話をちらっとしたんですけど、その1週間後に 1g650 円100円以上上がってるんですよね。でも本当にこれが異常で、銀って今までこんなに短期間でこんな値上がる、こんな動きをする素材じゃなかったんですよね。もう本当に年単位でじわーっと上がるものだったのが、もうちょっと今は週単位で値段が変わる、前提が変わるみたいなことが起こってまして、でこれはもうちょっとさすがにきついなじゃ済まないなっていうような体感を得ておりまして、もうとにかく異常です。いやーちょっとね異常なんですよね。でここでちょっと作り手側の話をしたいと思うんですけど、私の場合ジュエリー制作は全て日本製で日本の工房で作ってます。私がいつも本当にシンプルなコーデにつけているジュエリーたちですね。この辺は本当に私自分が身につけたくて作っているので、めちゃめちゃ思い入れとかメッセージがあるジュエリーたちなんですけど、そのジュエリーは全部日本製で作っていて、でそれもこだわりがあって、ジュエリーの生産量が日本一の山梨県で作ってます。でそのジュエリーの製作にかかる、原価って大きく分けると、さっきの銀素材そのものの価格と、あと工房さんが銀を仕入れるときに買い付けの手数料を払っているので、そのお金で、私は多分特に個人制作で少量しか買い付けていないので、多分その手数料高めだと思います。であとは制作工賃、デザインを形にする部分ですね。銀をちゃんとデザインにして形にするところのこの3つが必ずかかるわけなんですけど、でここからが結構革新なんですけど、私の場合個人で制作をしているからこそたくさんは作れないので、基本は受注制作でご注文いただいてから、だいたい 1,2 ヶ月後ぐらいにお届けするっていう形でやっておりまして、でも今のちょっとこの価格の変わり具合だと、もうそのタイムラグのせいで受注制作した段階でほぼ原価じゃないのみたいな、つまり作った時点でマイナスになるみたいなケースが普通に出てきております。でこれ単純にその利益が減ったとかそういう話じゃなくて、もうこの受注制作するっていう仕組みそのものが噛み合わなくなってきてるっていう感覚なんですよね。銀ってずっと比較的安定してて扱いやすい素材だったんです。だから定番で作ったりとか受注制作で、タイムラグが出ても作りやすかったりとか、価格をそもそもそんなに頻繁に変えなくても大丈夫とか、こういうやり方がちゃんと成立してたんですけど、でしかも私は日本製でゼロからオリジナルで作っていて、いわゆるブランド価値、ブランド価格を載せるというよりは、お裾分けに近い感覚で販売していたんですけども、普通の会社みたいに、普通のブランドの会社みたいにマーケティング費用がとかそんなのも一切かけてはいないので、本当にもう作ることにかかる費用とほんの少しの気持ちのお金を混ぜてるぐらいの感じでお裾分け感覚で
販売していたので、なので多分日本製で山梨県の甲府ジュエリーでっていうこの立ち位置を考えると、正直かなり良心的な価格設定をしていたのではないかと自負しているんです。日本製ですからね。結構ね、シルバージュエリーって本当にいろんな国、原産国のアイテムとかがあったりして、例えばやっぱりジュエリーの量が世界で多いってなると、世界で多くてかつ安く作れるとかだと結構インドとか、タイはあれかな、でもインドとかって本当に多くて、でもなんか私は価格とかじゃなくてやっぱり日本製で安心して長く自分が身につけたいから作るみたいなことをですね、ずっとやってたんですけども、でも今は本当に毎週価格改定を考えないといけないレベルになってきてしまっておりまして、これはですね、もう本当にやばいです。で、じゃあ、今後どうするのかっていう話で、なんか単純にね、値上げすればいいじゃんっていう話もあるかと思うんですけども、でも正直そういう簡単な話ではなくて、というのも問題なのはもう価格そのものよりも、今まで成立していた、作り方とか売り方とか、そういうのが根本的に成立しなくなってきているので、受注して制作してがもうちょっと成り立たないっていうところなんですよね。で、なんか私も今まで受注制作で、品切れ以外はいつでも買えるようにして、価格は基本固定みたいな感じでしばらくやってたんですけども、でも今の銀の価格だと、注文をいただいた時点と実際に制作してジュエリー作品が完成する1、2ヶ月後で、原価がもう全然違っているということが普通に起きてしまうので、そうなると本当にやっぱりもう受注を受けて発注して作って届けるみたいなこの一連の流れがずっと不安定になってしまうというところで、やっぱりちょっともう作り手として限界に近づいてるのかなと最近ちょっと思っていたりするわけでございます。でも今日はですね、そういう愚痴動画とか値上げ宣言動画とかでもなくて、ちゃんとこういう現実を共有した上で、ちょっとこれからどう向き合っていくかを考える動画にしたいなと思ってこれを撮っているので、これからどうしようかなって思っているんですけども、なのでここでちょっとタイトル回収になるんですけど、やっぱり今の現状を正直に言うと、シルバージュエリーってもう私のように個人で制作している作り手にとってはもう高級品になってしまったなぁと感じておりまして、でこれはなんかもうデザインをすること自体が贅沢になったみたいな話とかではなく、もう単純にもう素材の価格が上がって、今までともう作る前提自体が変わってしまったっていう意味でして、でもしかしたら買ってくださる方にとっても最近いろんなシルバージュエリー、ジュエリー自体もそうなんですけどが、高くなったなって感じる場面は増えてるのではないかなと思っておりまして、実際ね、やっぱりシルバーで有名なジュエリーブランドもうここ数年かなり価格上がってますよね。シルバーだけでですよ。例えばクロームハーツとかトムウッド、ティファニー、それからエルメスのシルバージュエリーとかもやっぱり数年前と比べるともう定価がかなり上がったと感じる方も多いのではないかなと思うんですけども、もちろんね、金とかプラチナも上がってるので、もうあっちの世界はちょっとまた別の世界かなって個人的には思ってるんですけど、でもやっぱりシルバーだけで見てももうめちゃめちゃ値段が変わってしまってるわけでして、でこれはもちろんジュエリーだけの話ではないと思ってるんですけど、ただやっぱり最近の銀に関してはもう価格の上がり方がちょっと異常なので、数年前はね、本当に年に数円、数十円しか上がらなかったものがここ 1,2 ヶ月で数百円上がってるっていうこの異常事態なので、ちょっともうね、その異常事態が顕著なので、
これまで通り気合で据え置きでやるとか、今まで通りやるっていう選択が本当にだんだん難しくなってきておりまして、じゃあ今後私はどうしていこうかなっていうのも最近ずっと考えていたわけなんですけども、まあね、なんかあまりに制作サイクルが無理だからもうやめるのかとか、じゃあ全部一気に値上げするかとか、なんかそういう話かというと、まだはっきりした結論は出せていないんですけども、っていうのがやっぱり私にとってこのジュエリー制作って単なる仕事とか商品作りとかではなくて、高校生の時からずっと続けてきた、もうある意味なんか人生の一部みたいなものなんですよね。だからこそ自分で生み出した、ジュエリーたちってもう我が子のようにめでているというか、本当に毎日身につける相棒たちみたいな感じで大事にしているものなので、なんかだから原価が上がったから即こうするとか、しんどいからもう全部変えようみたいに勢いで決めることができなくて、なのでなんか今私がやりたいのって無理をしながら続けることでもなくて、急に全部やめるとかみたいな極端な話ではなくて、どうすればちゃんと作り続けられる形にできるかっていうのを一度立ち止まって、考えることなのかなと思っております。なので、例えば販売する期間を少し限定するとか、もしくはできるだけまとめて制作できる形を模索するとか、あとは価格の考え方をちょっと少しだけ見直すとか、そういう選択肢をね、現実的に考え始めてはいるもののですよ。どれもね、まだ仮の段階で正直決めきれてはいなくて、なので、ひとまずは YouTube をアップしたタイミングを合図にして、数日間だけ少量の受注制作を受ける。みたいな形にちょっと切り替えていこうかなと思ったりしております。少量であればもう少し早めにお届けできる気がするし、受注から制作までに時間をかけない方が原価的にも気持ち的にも不安定になりにくいなと思っておりまして、で何より私にとって YouTube をアップしたタイミングって、今の状況をちゃんとお知らせできるタイミングでもあるので、そこをね一つの目印、区切りにしてお裾分け感覚で、制作してお届けするっていうスタイルで続けてやっていきたいなみたいな感じで最近思ったりしております。ちなみにね、なんかちょっとここ個人的な話なんですけど、これだけ銀とか、金もそうなんですけど、素材自体の価格が大きく動くと、正直その国内のジュエリー工房さんがこの先どうなるのかなって不安になることが時々ありまして、本当にね、銀だけじゃなくて金もプラチナもびっくりするぐらいもう高いですし、上がっているという感じなので、今でもやっぱり工房ジュエリーとかのね工房を制作できるところってかなり減っていて、でしかも一度なくなったらそういう技術って簡単には戻らなくて、だから私は最近ジュエリーに限らずなんですけど、何か買う時に迷ったらその選択肢に日本製があったらできるだけ日本製を選ぶようにしてます。で、なんかそれは単なる応援で買うとかそういうのじゃなくて、こういうやっぱりものづくり自体、ものづくりとかの技術が当たり前に続いてほしいなって思うからなんですよね。本当にね、昔からある日本の技術っていうのが最近なくなりつつあるんだろうなっていうのをなんとなく今肌で感じておりまして、なのでね、そこがあるので、なんかやっぱ日本製は大事にしたいというか、日本製があったらその選択肢に日本製があったらそれを選びたいなと思ったりしているんですよね。というわけでね、本日はシルバージュエリーが高級品になってしまったというタイトルで、つらつらと雑談をお届けしてきました。
正直多分こういう話ってあんまり表では話せないし、話したくない話かなと思うんですけど、でもだからこそちゃんと伝えていきたいなと思って、あえて久しぶりに雑談動画っていう形でお届けしました。いやー、もうちょっとね、本当に困っちゃいますね。もしよろしければ概要欄に私のジュエリー作品の URL も載せているので、ちらっと覗いていただけると嬉しいです。ちなみにもし初見の方がいらっしゃいましたら、普段はもう少し静かな日常とか暮らしをテーマに動画も出しているので、他の動画も見ていただきつつ、チャンネル登録や高評価ボタンをポチッとしていただけると嬉しいです。いやー、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。